これをに刺して、いやー、これです。完璧な焦げです。隣で温めてたブロードを徐々に加えていきます。はい、こんにちは、シェフのホイベです。今日はアンサッシャのパスタを作ります。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティーニ、ニンニク、唐辛子、トマトペースト、水、パスタータディポモドーロ、オリーブオイル、塩です。はい、それでは今日はアンサッシャのパスタを作っていくんですけど、僕ちょうどこの前イタリアに滞在していて、プーリア州にもですねちょっと長めに2週間ぐらいいたんですけど、その時に、一昨年から交流のあるミンモシェフから直接アンサッシャのパスタを教えていただいたりですね、あとはイタリア大使館で出会ったドミンゴシェフが統括をされているトラットリアで直々にアンサッシャのパスタを教えてもらったんですよね。なので今日はちょっと僕のフィルターを通して教えていただいたからこそできるアンサッシャのパスタを作っていこうと思うんですけど、アンサッシャのパスタってシェフたちに言われたのはこの大きい36センチの鉄フライパンでやるのがアンサッシャのパスタなんですけど、なかなかちょっとこれ本当に重くてですね、家庭でやるのにはちょっと非効率なので、この普通のテフロンタイプを使ったアンサッシャのパスタをこれから早速作っていきます。はい、まずはアンサッシャのパスタのベースになってくるトマト水を作っていきます。で、小鍋に、水、今日1人前なんで250で、トマトペーストがですね 16g 入ります。で、あとはこのベースを混ぜ合わせて、はい、これでもうトマト水の完成です。で、パスタを作っていくときに隣で温めながら使っていきます。あとアンサッシャのパスタで大事になってくるのがパスタ選びです。で、このテフロンタイプのツルツルのスパゲッティーニを使っていくんですけど、アンサッシャのパスタって一つのフライパンでやっていくので、要はブロンズのザラザラタイプでやっちゃうとすごいドロドロなパスタになっちゃうから、このテフロンタイプのパスタを使っていきます。で、あとは唐辛子とニンニクですね。量も空振りはこの小ぶりの唐辛子3つ使ってしっかりと辛みを出していって、であとニンニクもですねちょっと小さいニンニクだったので2かけ使っていきます。で、ニンニクはいつもの通り芯を取って、あんまり芯なかったですねこれね。で、最初に潰して、でも粗くこんな感じです。潰してちょっと粗く大きく切ります。で、ここのニンニクが要はみじん切りで細かすぎるとアンサッシャのパスタ焦がしていくので、ニンニクがですね黒焦げになっちゃうので、ちょっと大きめにやるのがポイントです。はい、これで加熱に入っていきます。はい、それではこれから火入れに入っていくんですけど、36センチがガス台に乗るとこんなにでかいんですよ。見てください。このガス台のですね火がちっちゃい、こんななっちゃうので、今日はこれではやらないんですけど、これぐらいでかいってことですね。で、こんな感じです。はい、それではこの26センチのフライパンのテフロンフライパンの中に、まずは大きく切ったニンニクと、で唐辛子ももう限界量ですね。3本ぐらいこれ砕いて入れちゃいます。で、2本だと結構美味しい状態で食べれる。3本だと辛いかなっていうぐらいになります。あとはオリーブオイルがですね、だいたいいつも30ぐらい30g ぐらい入ってるんですけど、今日35、ちょっと多めのオイルがポイントです。で、ここから加熱していきます。はい、それではフライパンの中がふつふついってきました。そしたらごく弱火にして、でいつもはこの状態でアーリオオリオエペペロンチーノのベースなので 4,5 分加熱するんですけど、それをやってしまうとこのアンサッシャの場合だとこれだけが先に焦げちゃうので、もうふつふつ香りがちょっと立ってきたら、ここでもう次のパスタタイポモドーロが入ります。そして塩が 2g ぐらい入れて、でこのベースをですね沸かしていきます。で、今まだ混ざってない状態だと思うんですけど、このままで大丈夫です。まずはパスタータはこのベースをしっかり沸かしていくことが大事です。で、ちょっとポコポコいってきました。そしたらパスタが入ります。
で暗殺者のパスタ、現地のパスタってイタリア人の方そうですけど、パスタを折って作らないので、このままフラットにやりたいんですけど、テフロンタイプだとちょっと入らないじゃないですか。でこのままで大丈夫です。でまだこの沸かした状態をとにかく作ります。でオイルも熱々の状態、沸かしたパスタータ・ディ・ポモドーロ、塩が入ったベースがありつつ、ここでこの沸いたものをこのパスタにかけてください。沸いたベースをかける。そしたら徐々にですね、この沸いた熱々のものなので、このパスタが沈んできます。見てください、徐々にこう沈んできましたよね。これが今日のですね、このテフロンフライパンで作る暗殺者のパスタのポイントです。でこの沈んでいる状態をこちらでも作れるまで回しかけていきます。で今こう回しかけていったんですけど、見てください、パスタを折らないでもだいぶこう沈んできましたよね。これで今フライパンの表面にパスタがしっかりとこうついた状態になりました。これです、これです、この状態です。でこの状態が作れたら、今ごく弱火の状態を弱火にして、これで片面3分裏面3分って感じでですねやっていくと、いい感じに焼き目がついた感じになるので、ここから3分加熱していきます。で今このパチパチと跳ねた状態です。で最初に僕パスタタイポモドール入れた時に混ぜなかったと思うんですけど、オイルと分離した状態、そのセパレートの状態を作るからこそ、ここで油の温度もしっかりと上がってトマトソースと分離するので、ここでクリスピーな状態が作れます。でこのクリスピーな状態を作りつつ、で隣では沸かさないで温まった状態のトマト水が準備できてる。でこれをキープで、こっちでパチパチと跳ねてるんですけど、こう心地のいい音が鳴ってる。でこの状態をキープで、ちょっとフライパンを回すとですね、もう今クリスピーな状態が作れてるので、これをキープです。であと1分半ぐらい加熱していきます。はい、それでは今3分経ちました。で今こうパチ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 鳴ってると思うんですけど、これですね、台所が本当に汚れます。でも暗殺者のパスタはもうこういう料理なので、これがもう嫌だって方は100円ショップのこう網みたいなやつとかやりながらやってみてください。で今このカットした時に粗く切ったこのニンニクがですね、いい仕事をしていて焦げてない状態ですね。でこのニンニクをちょっと真ん中に集めて、ちょっと崩します。ここで崩す。で崩した時に中の柔らかくなったニンニクの甘い状態のこの実をですね崩してあげて、最終的にもう一回ニンニクの香りを立ててあげます。いやーパチパチいって痛いですね。でここまでいったらショータイムひっくり返していきます。これを火に刺して、いやーこれです、完璧な焦げです。でひっくり返したら押してあげて、この状態でもう3分焼いていきます。はい、それでは今もう3分経ちました。ちょっと片焼きそばみたいな状態で、ここはしっかりとこのクリスピーな状態は作れてるんですけど、焦がしすぎない、焦げてるんですけど真っ黒にはしすぎない状態、ギリギリの状態を作ってます。でもう一回ひっくり返す、ひっくり返します。いい状態作れましたね。そしたらここで隣で温めてたブロードを徐々に加えていきます。
でこの水分が入ったのでちょっとこのほぐしながらパスタに火を入れていきます。でこれがだいたい 4,5 回ですね入れていくんですけど、トータルで9分やっていくとちょうど美味しい状態が作れます。で水分がなくなってきたらまた足す。でこの時の火加減はガンガンの強火じゃなくてもよくて、この沸いた状態が作れてるので、弱火から中火ぐらいの間でコトコトやっていきます。今これで残り2分ぐらいなんですけど、だいぶさっきパキパキだったのがこの液体がしっかりパスタに馴染んだ状態、もう完全にですね美味しいナポリタンみたいな状態が作れてます。で最後のだしを加えていくと本当に美味しいアンサッチャのパスタっていう感じになります。であと茹で上がりが1分ぐらいなんですけど、今回僕が教えていただいたアンサッチャのパスタって、すごく焦がしたアンサッチャのパスタとそうでないパスタだったんですけど、今回のレシピはですねその本当に合いの子というか中間のようなレシピを作りました。で今9分経ってもう完全に美味しい状態が作れたので、ここで今しっとりした状態なんですけど、ここからまだ焦がしたい方はここから焼いてもいいですし、もうちょうど美味しい状態にしたかったらここで盛り付けるっていうような状態にしてあります。でパスタにいい感じに火が入ったので盛り付け入っていきます。はい、これでアンサッチャのパスタ完成です。はい、いただきます。本当に美味しい。実際にアンサッシャのパスタってかなり焦がしたパスタになっているので苦いイメージあると思うんですけど、僕も2つのパターンのアンサッシャ実際現地で食べて、率直な感想ですけど本当にですね美味しいんですよね。でこの味で一番分かりやすいのは今のこのパスタの僕のナポリタンという感想と同じで、現地のアンサッシャのパスタもナポリタン具なしのナポリタンっていう感じでですね、実際に本当に美味しかったです。で今回のこの料理は皆さんが家で作って美味しいっていうようなレシピに落とし込んだので、このレシピですね気に入っていただいたら、その次にですねアレンジとして現地でもシェフがおっしゃってたんですけど、ブラータチーズを加えたりとか、エビ加えたりとかモッツァレラでもいいと思いますし、そういうような派生のレシピとかですねいろいろ作ってみてください。はい、ごちそうさまです。このレシピなんですけど今口の中が辛くなってるんですけど、一皿平らげるぐらい美味しいレシピになっているのでよかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。